前回までのオラオラジオ。この収録日的にはですね、アニメの打ち上げ直前でございます。つまり挟み撃ちの形になる。素敵なバイツァダストですね。ピンクリしちゃうともうお部屋の中をホワイトアルバムしといて、あり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 、あり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 、こっから入るビギナーの方にも楽しんでいただきたいラジオですからね。打ち上げであったことをもう包み隠さずありのまま話すぜ。ジョジョの奇妙なスターダストクルセンド、オラオラジオ。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」のラジオである。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔でお届けする。ストーリー2015年日本。ジョースター家の血を引く青年空城城太郎を演じる小野大輔はスターダストクルセイダースを終えた喪失感に取りつかれていた。アニメ終了によって倒れたファンを救い、喪失感を克服するため数々のゲストスタンド使いたちを撃破し、10月のイベントザ・ラストクルセイダースに向けて小野大輔の旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。Go West。改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第31回です。前回は一人でいろいろな話をしていきました。ほぼなんかジョジョが好きなやつがジョジョが好きだっていう気持ちを部屋で一人でなんか壁に向かって喋ってる感じでしたなんて言うんだろうな、一人で喋ってるんだけどすげえ楽しかった。なんでしょうね、なんかほら自分が好きな気持ちっていうのを例えば YouTube であったりとかニコニコとか発信する媒体が今あるじゃないですか。放送とかね。あれはだからすごいいいことだなと思う。ただなんかさっきからギーギーうるさいな。なんだろう、なんでギーギー言ってんだろう俺なるほどな。俺の目の前ですごいポーズをとってずっと待ってるヒゲ面の38歳児がいるから、早速ゲストを紹介しましょう。前回前々回同様あの構えでお待ちです。みんなただいま。モハメド・アブドゥル役の三宅健太です。クロスファイヤーハリケーンスペシャル。いきなり来たな、びっくりしたぞ。第17回以来オラオラジオ初の3回目のゲストでございます。三宅健太さんです。3回目です。3回目はい、前代未聞ですね。なんとまさかね3回も呼んでいただけるとは。そうですねですね、はい、ゴールデンウィーク頃に発売されたクロスファイヤーラジオの方ではですね、その時はゲストという扱いではなくメインパーソナリティとしての、そうですね、私のラジオとに私がゲストで行くというそういう体でお送りしたわけなんでゲストとしては3回目、通算この、オラオラジオというかそのラジオに、アブドゥル役としていらっしゃってるのはもう4回目4回目ですね。ほぼレギュラーでいいじゃんいっそさ、もういっそさ、本音出たね。もうレギュラーでいいじゃんレギュラーでいいじゃん毎回喋らせなさいよと毎回ね、もう出ては喋ってこう帰ってすっきり爽やかみたいな、そんな三宅健太さんなんですけれども、今回は何をいやだってずいぶん喋り尽くしたかに思えましたけれども、もうね皆さんの方ももうだいぶ詳しくなられたでしょうしね。またなぜ私呼ばれたのかなぜ呼ばれたのか、もちろんジョジョの奇妙な冒険第3部スターダストクルセイダース、
最終回をもちろん迎えまして収録終わりまして終了したね。先日盛大な打ち上げが行われました。そうですね。その時の模様をですねぜひ、僕一人ではなくいて、やーね、その打ち上げでもですね、はいひときわ、輝いたいやいや MVP と言っても過言ではないこの三宅健太氏にですね来ていただいいやいやいてや赤裸々に語っていただきたいかなというふうに思っております。なるほど。レポですよ、レポ打ち上げレポをね、レポちょっと今日繰り広げていきたいと思います。僕は輝いていたということでいいのかしら。そうだね、このね、通算3回4回、今日で4回だけど、はいはい、過去2回のラジオですごくね来るの楽しみだったんだよね。なんかね今日に関してはね、ちょっと足が重かったよね。なんでだよなんで何を言ってんだよ。なんかねちょっと大好きなジョジョの話ができるよ。そうすごくそう思ってウキウキしてるはずなのに、今日はなんかこうあれよ、ポルナレフがなかなかこうディオのところに行き着かないみたいな、段差が進まないなっていう、降りたなと降りたなあれって俺は登ったよなって、なんかそういうような足取りの重さをちょっと今日は感じながら来てしまったね。今起きたことを、その時起きたことをありのまま話してもらいますよ、ありのままにね、そうありのままにそうテーマはメイテイねメイテイね、メイテイね、メイジェイじゃないよ。そこにはねメイテイさんがいらっしゃいました。メイテイさんがいらっしゃいましたね。まあね、酒飲まずにはいられないすごく豪華絢爛な場所で行われた打ち上げだったんですよ。本当ね、すごいとこだったね。それ言っとかなきゃいけないね。これ、公式ツイッターにも載ってるんですけれども、打ち上げ先日無事に完了しましたと、ジョジョ好きのスタッフの方による絢爛な演出、4クールの旅は考えていた以上に多くの人に支えられてできたものでした、感謝イエーイイエーイって書いてるんですけど、写真がね添付されていて、打ち上げが行われたホテルの、これね聞いたら、ステンドグラスみたいなね、壁にこうシルエットみたいにね、そう5人プラス1匹かのスターダストクルセイダースたちのシルエットが描かれてるんですよ。これは感動したね、入ってきた時にさ。その時はまだメイテイじゃなかった。その時はねさすがにね、これね、感動したよね。いや感動した。こんなことすんだ、こんな立派なとこでって。あれね、でもホテルの方がご好意でやってくださったって聞いた。これすごいよね。そうあれ誰が頼んだんですかって聞いたら、なんかジョジョの打ち上げやるって言ったら、もうなんかそういう風にセッティングしてくださってましたっつって。本当に好意なんだみたい。こういう感じでじゃなく、オファーじゃなくって聞いた。すげえ。でこのねホテル、このホテルを、がどこのホテルなのかっていうのをねがまたねこれ意味があってですよ。これはちょっと感動しましたね、聞いてね。シャングリラホテル。そうですね、東京のね、丸の内にある5つ星ホテルでございますよ。初めて行った俺も初めて超緊張した、ジョジョ T 着てたから、ジョジョ T で入っていいのかな、いや入るねって俺初めて打ち上げでジーパン履いていいのかどうか悩んじゃって白いズボンにしちゃった。そうだった普段のもうどうせベロベロになるかなと思ってそのままでいいやって思って、どうせ酩酊するだろうって酩酊するだろうって思ってちょっとでもおめかししちゃったねそうなの。すごい格式高いホテルで、でもやっぱジョジョだからやっぱすごいなと思ってたら、ワーナーのスタッフさんに聞いたら、なぜシャングリラなのかっていうと、シンガポールでポルナレフがデーボに襲われたホテル。そうなんですよ、実はシャングリラ、その系列であると。そうなんだよ。いや憎いねそれただの打ち上げパーティーではないぞと。いやデーボの回見直していくと、デーボのその呪いの人形が襲いかかる時にシャンプーあったね、ビシャってねやるでしょ、ポロポロの目にね。そう、シャンプーのところに、シャングリラってマジで書いてあるらしいのね。オーマイゴー。ちょっと探してみても、サラさん今ね喋ってる間に、すごい探してますけどね、そこから特定して、シャングリラホテルを取りましたっつって
どうかしてるな。どうかしてんね。すごいね。発見。じゃあ宮城にしてください。皆さんもね。ガシ合う痛いビュバー。うわこれはシャンプー畜生目があって本当だ。皆さんもぜひ本当だ。コミックス片手にこのエボニーデビルの、こう人形のシルエットが、ちょうどシャンプーを持っていてホテルシャングリラでいいのかな、書いてあるね。そうなんだよね。本当なんだ。びっくりですよ。すごい。まあ本当スタッフさんたちがやっぱいい意味でこじらせてるからこそ。完全にこじっちゃってるね。こじっちゃってるんですけど。普通読み返さないじゃん、そこまで。こんな打ち上げの際にこれいろんな作業あるでしょきっと。スケジューリングから場所取りからって。本当だよね。すごい。名探偵じゃん。そうだね。世が世なら名探偵だよ。名探偵に。でですね、まあ本当でもスタッフさんもそうだしキャストね、ずいぶんたくさん来てましたな。こんなに集まるんだってぐらい。まあ本当集まりが良かった。非常に敵味方問わずはってもう丈太郎側ディオ側がダッて来たね。来ましたね。いやめっちゃ嬉しかったそれがね。もちろんスターダストクルセダースのメンバーもいましたね。それはもちろん。犬がね、犬が綺麗な格好をしていた。犬って犬どうしたの。可愛らしいワンピース姿でね。犬ってさすがにちょっとホテルって聞いて緊張してる。女の子やな。そう意外とねそう我々中身の人たちこう庶民派なもんですから。かと思えばあれだよ、小松くんは本当にいつも通りの格好できてたよ。あの子ブレないよね本当。T シャツ普通にねもう5つ星ホテルですよ。そういうところがある種ポルナレフっぽいよね。そう細かいことは気にしません。細かい親愛って俺は俺だっていう。そうでね、もうジジイはもうアロハ着てきてるもうね。なんかさ、ある意味一番格式高いというか、あれセレブリティ満載な場所にはまってたよね。はまってた。まあなぜならハワイでは清掃だからね。ね。もうなんかセカンドバッグ持ってさ、そうジョセフってこんな格好で来そうだもんなって。そう言われればそうだ。思っちゃったもん。そんなとこまでね。ジョセフっぽいのか。いや気張らない感じが素敵ですよね。だったね。まあで来て一番最初に僕が会ったのは実はエンヤバーでした。ね。なんかさ俺そのちょっと後に来たんだけどさ、いなくって聞いたら、今ですね丈太郎はエンヤバーとしっぽりやってますって。何それって。そうだった。いやもう俺が着いた時はもうまず最初に飛び込んできたのがエンヤバーだったから、これはもう玲子さんを丁重におもてなしせねばと思ってずっと喋ってホストしていたのね。すげえすごい絵だね。丈太郎がエンヤバーをもてなすっていう。もてなすっていうほら足引っ掛けたりしちゃってたから本編ではね。おいおい危ねえなっつって。できないじゃんさすがにレゴさんに。それやったら大問題だね。まあそしてディオ小安さんも来ましたね。打ち上げにはなかなかねいらっしゃらないことで参戦とこうはっていらっしゃったんですよね。でもずっとうわもう早く帰りたいってなんで来たんだよ。一番堂々としてていい人のはずなのか。それ上映会の時もそうだったんだけど、やっぱ人前に出るっていうのはやっぱイメージがあるからねって言って、ディオのね。まあね、でも全然そんな気にされるようなね。大丈夫ですよ。大丈夫ですからって。でそうね、だって挨拶もね、みんなキャストね全員ちゃんと呼び込みをされ、音響監督足が群抜の岩波さんに美脚のね男ですよ、おじさんですよ。岩波美和って書きますけど、吉和ですからね。みんな呼び込まれね。呼び込まれてね。でもね僕ね自分が何言ったのかちょっと覚えてないんですよね。でも堂々としていたよ。あの頃にはね、
もう多分ねザワールドが発動していたね。してない時止まってないよ。数秒だか数分だかの記憶がない僕は。あ、逆か。つまりかけられてたんだね。なんかかけられてたんだね。だから僕は喋ってないんじゃないか。喋ってた。挨拶してないんじゃないかっていうね、喋ってた。すごくジョジョが大好きだって言ってた。そう言ってた。そうこの作品に関われたってことと、いやいや、そしてこの旅ができたっていうことに感謝を述べていた。本当に。いや、それをもうね、それを伝えられたんだったら。そう人生最高の日っていうワードをねすごく言ってた。力説してた。でもね、これはね今でもそう思ってますよ。人生最高の日でしたよ、僕にとっては。お前もそうだろ。お前だってそうだろ。だってだよ、これは俺の口から言っていいのかな。言ってそれは打ち上げですよ。打ち上げ。キャストの皆さん、スタッフの皆さん、それはいらっしゃって、みんなで労をねぎらいましたよ。やった。そういう場だからね。そういう場ですよ。まずそういう場にですよ、スペシャルゲストがいらっしゃったじゃないですか。荒木博彦先生。イエ本当ね、荒木先生が来るまでの三宅健太氏は本当恋をしてる乙女の感じですよ。俺さ、わりかしね緊張しいなんだけど、あんなそわそわゲストを待ったの初めて。まっすぐ立ってなかったもん。ずっとこう揺れてたもん。揺れてた。もうねすげえ不思議な感情だったね。どっかではねこう会うのがちょっと怖いって何言えばいいんだろうとか、どんな顔してお会いしたらいいんだろうとか。抜き身のファンがいたんですよ。抜き身のファン。違うもうね中身アブドゥルの中身の人とかねそういうんじゃない。ただのジョジョファンの38じゃないからねまだね。もう38になるのかこれ。なるだろう。なるな。ごめん。はい38です。なってるだろ。38ですよ。はい38です。でも時は37歳だからね。打ち上げの時は37歳だからね。どっちにしたってさ、そこ大事だからね。思春期の恋する乙女だったんだもん完全にさ。そうもうね乙女だったね。乙女だったでしょ。目がキラキラしちゃってたね。周りにまだ来ないかな来ないかな。いざいらっしゃるとですよ、ちゃんと喋れなかったね。無理もうねってそれでさ俺初めて目の前にしてさマジシャンズレッドって言ってみたんだけど出なかった。いつもの圧が。いつもだったらいいですか。いつもだったらこんな感じですよ。マジシャンズレッドこれですよ。これを披露したかった僕は、でやろうと思って決まってやったやつが、マジシャンズレッドそれはもうってやったらすぐ消えちゃうんですよ。どっちかって言ったら僕が落ちかけたオーディションに近いテンションだった。危なかったもんね。危なかった。もうこんなんだった。もうで荒木先生におっしゃられたのが、ちょっと照れてらっしゃいますね。見透かされましたね。見透かされちゃったけどね、もうそれすら嬉しかった。なんか俺もいつもだったら「ジョタロやってます小野大輔です」ぐらいで多分のトーンで言えるんだけど、空城城太郎役を演じております小野大輔と申します。言ってた。空城からやっぱ言う時ってやっぱあれなんだよね。そう緊張してるんだろうねきっとね。もうね普段よりもきっちりした挨拶をなさっておられましたな。いやだってさ人生をね、この人にやっぱ動かされてる、そう背中を押されてると思うと恩人なわけですよ。もうね先生であり、そう恩師であり、そう先生なんだよ。つまりもう師匠なんだよ。セペリなんだよ。セペリ俺たちにとっての。僕はですか、どんな会話をしましたか。長田さんが今カンペを出しました。そうですよ。あなたは僕はもういろいろ聞きました。割と近くにいてくださってみんなで一緒に写真撮ろうよって言ってくれて、撮りましょうって、ただ歌教員がちょっと遅れてきてたんで、いやまたその平川さんがちょっと遅れてくるのもドラマチックで、じゃあ待ちましょうよっつって、その間割とね
結構おしゃべりしたもんね。近くで、お酒飲みつつお話しさせていただいて、先生は犬はあんまりお好きではないんですかっていうのをまず聞いてまず最初にそれ聞くの俺もどうかと思ったよ。いやすごいよね、でもやっぱ一番疑問に思ったのはそこだったから実でも意外とこれ結構面白い質問なんだよね。そうでもさ答えがさそう先生がさ気さくな感じでさ、ってきょとんそんなことないですよなんでって聞かれてそういや先生は割と一部の頃から犬をひどい目に合わせがちですって話をしたらそうかなって言ってて、結構な目に遭ってるワンちゃんたちがダニーをはじめとしてねいたりするわけだけど、3部だとあれだよね、イエローテンパランスの回とかで観覧車の中にいた犬とか、ね、デッサーティーもデッサーティーもそうだ、ペットショップの回もそうですしね。ペットショップ回なんか俺たち2人がテストの時に当ててた当ててたね、その2匹に対してで極めつけたからイギーがね、絶対にこれは犬に何か特別な感情があるんじゃないかと思って聞いてみたら、そんなことないですよ犬好きですよって言っててあれってでも猫をすごいちょっと優遇してる気がするんですよって4部しかり、そうだね、ドルチそう3編でいうところのドルチしかりって思ってたら、そうかなってそうか全然タイなかったんだってすごいね。そうたまたまらしいんだよね。いやあんな少年のようなキョトンを見たの僕初めてでもそうタイがないんだけれども、こっちがこれなんか意味あるのかなって思っちゃうところとかもすごいなと思って。そういやもう思わせる力があんだよやっぱ、もうね、同じ流れで聞いたのが各部のボス、一番悪い人たちが必ず積み重ねを無駄にしてきた人たちはやられてしまう、死んでしまうっていう。そうだよね。もう全ての部に実は共通してんだよねあれね。そうだと思って荒木先生に聞いたら、そうかもしれないねこれもびっくりだよねってだってさ3部だってね、歌教員がさラバーズに言った言葉あるじゃん、お前は敵を知らなさすぎたって。言ってた。でも実はこれってすごくかなり的を得ていて、ディオがなんで負けてたのかなって考えてみたのちょっとだけ。やっぱりさ丈太郎とディオって同型の結局スタンドだったわけじゃん。パワー的にはもうほぼほぼ互角だし、それまで時間を止める止めないっていう能力の差はあっただろうけど、なんで勝てたんだろうなって思ったのが、唯一違うのがやっぱり積み重ねなんですよね。いろんな敵と戦ってさ、終盤でさ丈太郎がさ、もうそういう無駄だとか無理とか無駄だとかそんな言葉聞き飽きたし、信じてもいないっていう、関係ねえって言ってた。もうそこまで切り開くもんだ、突貫していくもんだっていう、なんかそういう強さが積み重ねの結果、経験値がそうディオとのわずかな差とか抜きに出たのかなって思うからさ。なんか旅してなかったら、確かに勝てなかったと思う。そうだよね。そうまんまそれこそシンガポールあたりからすぐにエジプト行けてたら勝てなかったと思う。そうだよ。だからさ、2部のカーズだってさ結局さ、進化の過程をさ、要は薪ですっ飛ばしてこういうアルティメットシングになったけど、でも結局は、それ面白いよね。あれも大自然の力によって結局追ん出されちゃったんだもん、地球から。確かにそんな薪で進化しようとする生物はこの地球にはいらぬっていう、ある種の積石によるこの意志で、こういう積石のショックで地球がウェーンって火山をワーンって隆起させてっていう、積石になんかあった力が、地球のそういう意志的なものを呼び起こして吹っ飛ばしたのかもしれないと、怒り怒らせたのかもしれないとか、っていう深いいくらでもできるはずなのに、先生的にはそうかもしれないねって
でもこれね俺でもねすごい実はね納得がいったの、納得は全てに上回ると思うんだが納得したのなんでかっていうと聞こうそのだからその僕前回その話してたその漫画術っていう本があって荒木先生の漫画術に書いてあったその全てその主人公の行動っていうのがマイナスがもし一回あったとしても全てはプラスになっていかないからね積み重ねをそのプラスを積み重ねていきたいいかないと読んでる人がシンパシー感じてくれないとその話をやっぱ読んでってその話を聞いたら、意図して意識してそれを描こうってことさらしなくても必ず同じテーマ王道に行くというで先生の中のテーマは一貫してるからブレがないからだから必ずそうなるんだ違うブレもうわーすげえと感動だからあれかだから一貫してるからまあこっちがどう取ろうがなんだろうがブレることなく書いてるから逆にこっちのこういう深読み的なものはやっぱり微細なものなんだなって逆に思っちゃうねそうへーって言ってた面白いねってそういう風に取るのねってだからそれ感動したでも僕は一貫してるからみたいなそういうなんかある種のやっぱ黄金の意志を感じるねいいねいいねいいねまあでも打ち上げそう荒木先生と一緒になんか申し訳ないんですけどお写真いいですかっつっていつもはねなかなかその撮るのってなかなか難しいみたいなんですけどもうほんとここだけは特別打ち上げですからってことで撮っていただいたりねあとあなた先に言っておきます、これは本当にプレミアなことというか特別ですね本当に特別の特別ってめったにこんなことはないというお話らしいんですが、ジョジョリオンの最新刊私に持ってきましてですねサインといいますかアブドゥルを書いていただきました。それすごいよねなかなかいやそれこそサインは書いたとしても絵を描くっていうことがさらに珍しいですね。翌日ですよ、まあ、酩酊しておったわけで、まあ、若干お酒は残っていたわけでだはずなんですけどね浴びるように飲んでたからね浴びるように飲みましたから翌朝まずやったことが、そのもらった単行本を開いて、若干泣きましたねこれね僕は見てたんですけど、荒木先生に会った瞬間、会ったその直後か、泣いてたすでに僕はもう泣いてましたね。その会場ですでに泣いてたの、もうねごめん本当にね申し訳ないもうねそんなことこんなねプレミアムな思い出がいっぱいあるからねもうねプレミアムな思い出正直僕は冷静ではなかったよそりゃそりゃ自分の言った挨拶なんか覚えられるわけがないんですよもうみんなの挨拶が素晴らしくてでもいやでも本当にもう例えばなんですけど歌教員戦、最初の歌教員戦で学生を演じてくれてた彼が挨拶の前に自分が演じてみて好きだったセリフを述べてくださいって言われて彼が言ったのが先生それは万年筆ですどうもありがとうございましたってそれがすごい面白くてザ参戦でアラビアファッツやってくれた坂巻くんだ、坂巻くんなんかは最初一言どうぞってドギャスありがとうございましたっつっていやドギャスだったね。そうみんなね名台詞を言っててもう僕ね海田海田優子氏来てましたけども、ポルナレフをね助けた女性を演じてましたけれども、名台詞をどうぞって言われて、名台詞って何言うんだろうと思ったら、あらーっておちんちんに泥がついてるじゃないどうもありがとうございましたってそれがすっげえ面白いあよくそのセリフ選んだなありがとうかいいなって思ってあの子の魂のいやすごいよねすごいそのチョイスは素晴らしいなすごいもう感動したそりゃポルナレフもちょっと惚れるわっていうのをできるなって思ったそれ言ってほしいもんそれを言ってほしかったのにあと円谷バーの規制ねもうみんなねパーフェクトだったの、もうね
こんな魅力的な人たちにうんと共にうんやれていたんだなって本当だよ。思うよね。ヨセフなんかスーチー Q と一緒に誕生上がったからね。ね夫妻でね。夫妻であれも感動したしね。いやー本当に最高でした。最高です。最高の打ち上げを。打ち上げです。もうこのくらいの打ち上げって巡り合えるかどうか。巡り会いたい。い会いやたいね。うん会うためにもジョジョをね、うん伝えていかなきゃいけないなと思ったいけないなと思うし。人生最良の一日でしたね。いや本当にね。浮かれた一日だったなでした僕は。本当面白かったいやよ。二次会も。いや二次会なんかあなたね、いやあなたあんま覚えてないでしょうけどもうねね。二次会はねもうチュドンしてたからね。写真さっき見せたでしょ。俺さそれいつ撮ったの？い俺つ撮ったも何も一番最後の方だよ。一番二次会の一番最後の方の夜中の2時ぐらいだよ。は夜中の2時ぐらいにいはい。この人の写真撮ったんですけど、ええ、完全にサンタなってたよね。サンタなってたね。そう。サンタなってたんだ。ちょうどなんつうの掘りごたつ式のはいはいはいテーブルのとこだったんですけど、当然一次会でもう僕はアルティメット化しているわけですよ。ある意味の飲酒によるアルティメットになっていたわけで、確かにウィンウィンになってた。ウィンウィンになってたわけですよ。僕はね。なんでこんなに寄ってるんだろうってなっていましたけど、はいまあその末に隅の方でこう眠りについていたと。そんななんか綺麗に言ってるけどさ、ええすごいその掘りごたつとはい座席のすっごい狭いところにギュンって体をねじり込むようにして寝てたんだよ。寝てた。僕そういう癖がありまして、ちょっとお酒飲んで。お酒飲んで、まあもしくは普段の寝相もそうなんですけど、そうなんですけど隅っこによって寝るんですね。壁際で寝たいというか、なんなら壁に若干こう埋まって寝ていたいぐらいな、壁と床のさこう角あるじゃん。あるね。その角に顔を突っ込んでこう斜めに寝てることがよくあって、その後ギュンってなってギュンってなって排水溝に入ってそう最終的にはこう風呂場の排水溝から出てくるみたいなね。私アブドゥルだから違う柱の露骨な肋骨を露骨な肋骨はないから露骨な肋骨もないし露骨な露骨しないしないから柱の男ではないない僕はもはなってたよ。なってたね、はい、あそこはあそこだ君のお家ではない。あそこはねあそこは居酒屋さんで、居酒屋さんでしたけれど。いやなってましたね。いやその前にちょっともういろいろ喋ってもうエネルギーがなくなっちゃったんですそうだね。いや本当でも演技の話をしたね。役者特有のそうだね。酔っ払ったら久しぶりだったでもああいう話みんなとしたの。いや、役者として俺も久しぶりだと思うね。そしてあんなに熱くなった打ち上げも久々だったね。本当だよ。そのシャングリラホテルから二次会の会場行く間ずーっと津田さんに絡んでたからね。絡みつ津田 D に。いや面白かった。でもその話横で俺も聞いてて、ああ面白い、やっぱ思ってること一緒だなとか、いやお芝居に対してとかまあね思ってもうすごい本当にね楽しかった。もう本当に津田さんすいませんでしたこの場を借りて、ごめんなさい陳謝いたします本当に僕も重ねて実験します楽しかったよ楽しかったよって、はい、三宅健太破壊力 S スピード F。これメール読まなきゃ。メールね読みましょうよほら少しだけ読もう早く読もう。もうすげえ時間になってるもんもうここだけで嘘だろ。よしはい読むよ。読んでスタンド名男の柱。三宅さんが来られた回は深く話を掘り下げて考察してくださるのでまた来ていただけて嬉しいです。ありがとうございます、アブドゥルが敗れて以降のアフレコに立ち会われていなかったとは思いますが、出演者そして、視聴者両方の立場からオンエアをどのような感じで見られていたのか聞いてみたいです。かくいう私は最後のディオが塵になって消えるシーンで歌教員アブドゥルイギーの3人が空に浮かび丈太郎の終わったよを聞いて物語の素晴らしさとアニメのクオリティの両方に感動して不覚にも号泣してしまいました。危ない。不覚にもボって書いててボって書いて、矢印してキラって書いて危ないだ、やめなさいもうまあでもいい確かに話なのに。はい
まあ先に言っちゃいますとですね、実は、出てない回で、唯一立ち会ったのがですね、最終回というそうだねまさしくこの回だよね。まさしくこの回に僕実はいたんですよ役もない。そうか、まだあんまり言ってなかったよね。実は言ってなかった。いたんですよ。いたんです。プルって見に来ちゃったんですよ。アブドゥルとイギーは、どうやらスケジュールが空いています、ということでですね、マネージャーにわざわざ確認までしてそこに NG 入れてきたんだっけ。はい、NG 入れてスケジュールを抑えてきましたね。そうなんだよね、バカ見にかぶりつきで見てたもんね。そう一般視聴者が観覧に来たみたいな、まさに観覧ぶっちゃけ言うとそこの、歌教員アブドゥルイギー終わったよのセリフを言ってるところは、一番左のマイクに入ってて、その一番左のマイクの脇のところらへんに、アブドゥルとイギーが座ってたの。そう、ガン見してたのだからおいって思いながら、あ、丈太郎が言うんだこれって。やっぱそうね、びっくりしたね。俺は正直ねジョセフだと思ってたから。そうなの。あそこの見解ってやっぱ最初読んだ人にとってみれば、多分ジョセフだろうなって思ってる人が結構いるん。俺そう思ってた。俺も多分1回目そうだった、で俺これ言わせてもらえるんだって思って、聞いてると、やっぱ丈太郎かなって思ったね。あれはそうなってたとしたらすげえ嬉しいですし、なんか、それまでどっちかっていうとやれやれだぜとかおいじじいとかこう語りかけるっていう、仲間に対してこうなんか言葉で語りかけるっていうのがわりかしそんなに多い人じゃないじゃない丈太郎って、それがなんか終わったよって本当に心からこう本来の根っこにあるすごくこう仲間思いで優しい、ちょっとこうナイーブな丈太郎というか優しい丈太郎を見た時になんかねやっぱちょっとグッときたよね終わったよっていうよがやっぱり逆に丈太郎がめったにあんまり言いそうにない口調がね言ったことなかったね、ああいうのは。なんかそれがなんともね、いいなと思ったもんね。もちろんスタンドは消えないわけなんだけど、そのディオを倒さなきゃいけない母親のためにっていうところで、その直前から多分スタンド能力が発動してると。あいつを倒すためにきっと、だとするとそっから彼の性格って変わってるから、昔あんなにいい子だったのにってスタンドディオを倒したことによって、こう表にこう、本当の出てきたんだろうね。気持ちが出てきたんだと思う。ただなんかね、まあ当然スタジオでも見てたんだけど、その最終回またオンエアで見た時に、もうまた号泣しちゃって俺空港で3人がさわかるやり取りがあってさ、その時のね別れ際の3人がこうスクラム組んでこう悪態つきつつ別れをこう惜しんでるみたいなところでさ、これはもう作画に俺感動しちゃって、目がなんて綺麗なんだろうって3人の目が綺麗って。そっか、なんて綺麗な、もう涙溜まってるキラキラした目だと思うんだけどね、なんて綺麗な表現なんだろうって。そこにやっぱりかけてたんだな、やっぱスタッフさんたちもね。いやもうね、それに感動しちゃってまた、うわーってなんだろう、例えばうちらでいうところ A パートでいうロードローラーだっつってこうあれのもう凄まじいオラオラとムダムダの激しいシーンと、最後のさ、もう一瞬の目の輝きの描き方によるこの表情というか、これになんかもう本当に体張ってたんだなってもういろんなもんこうって思ったらもう泣けてきちゃって、逆にそれこそ重い荷物を下ろせた感覚っていうのが、しかも俺たちもそうだったからあの時ってね、そうだよね。わーってた。だから自分がそれまで思ってた名台詞名シーンと思ってたものが、やっぱりその過程にあるもので、だから俺もやっぱ言っててグッときたし、見ててもグッときたのってやっぱり終わったよだったんだよね。
読んでる時はそうそうそれがすごい大事なセリフだってそこまで思ってなかったかもしれないけど、演じてみたらねこれだってやっぱ仲間だったんだそうなのよ。あとその打ち上げの席で作画の方とちょっとお話しする機会があってお話しさせてもらった時もやっぱり当然僕らがこじらせるぐらい大好きだからやっぱりこう一生懸命やってるっつうかこう入り込んでやってるのを聞いて逆にどんどん自分もジョジョが好きになってってだからもっとこういう風にこういう構図だったりこういう風に動画作って作画してたらもっと良くなるのかなっていうなんかすごく熱くなったっていう話もしたりとかね。してたなんかあれだよ荻野さんはい荻野さんが色紙書いてくれたよね。そう酔っ払いのアブドゥルへってあれも嬉しかったな。ちっちゃい色紙に書いてくれてものすごいこの絵っていうそう来たーってそうだよこれだよアニメのジョジョこれだよこれっていうのを書いてくれたりとかその場で朝それを見て仕事に行くって朝それを見て仕事に行く僕はっていうそうだね改めてスタッフさんに感謝したいね。はいでそうでメールのお話ですけどね要はもう普通にファンとしていましたと普通にもう立ち会ってましたね。はいファンのスタッフね。そうファンのスタッフ音響効果の小山さんもどうやらメタクソファンだったみたいでねびっくりしちゃったあれ。なかなかね金髪でファンキーな要望の方なんですけどあまりあれなのかと思ってたら小山さんね小学生みたいになってたすごい先生だで岩波さんに小野くん悪いけど紹介してあげてって荒木先生にって言われて俺だって緊張しとるわいって思いながら効果音の話やっぱしてましたよ。ジョジョオタの宴でしたけど宴でしたね最高でしたけどもう一ついきましょうか。はいよしスタンド名茶渋スタンドなんだね茶渋なんだ。小野さん三宅さんそしてスタッフさんこんにちは。こんにちは。昨年末から気になっていたことについて質問をしたいと思いました。それはジョジョニウム13巻にて四半世紀ほど明かされていなかったアブドゥルの年齢が20代後半だったことです。オラオラジオの中リスナーの中には、読んでいない方もいられるかと思いますし、意外と知られていない事実かもしれないと思いまして書かせていただきました。ということでですね、そして三宅さんは、アブドゥルの実年齢を意識した演技をされていたのかも気になるところですというような、メールいただいております。そうねこれがね13巻がそのやっぱアブドゥルの年齢について触れている初めての多分そうなんだよねところだと思うので実は一切ね年齢ってそれまでってほとんど言われてなかったんだよね。そうですね確かにやる前には言われなかったよね。その物語の中で友人っていう紹介をされてるから、ひょっとしたらわりかし年近いのかとかっていう思ってたいらっしゃった方もいらっしゃったりとかもしたんですけどね。確か明確に丈太郎は高校生、歌教員もそうだもんね。歌教員もそうでポルナレフがまあちょっと上かぐらいかね。俺ね、実は、そこまで年齢感を考えて実はやってなかったんだよね。年齢云々ってよりも、もはやアブドゥルってこういう人だなっていうそっちだったかな。よくよくね考えてみたらよ、俺も38ですけど、38でもまだ中身が中学生ぐらいですからねこのもう何分話してんだこれ、もう1時間近く話してるこの状態でですよ、これでもわりかしこう世の中に出たらまあまあ大人な年齢ですよそうだね、世の中に出たらそうだよそうですよ、課長とか部長とかだよきっと。そうですよ、それなりにね役職を持ってらっしゃる方もキャリアを重ねてったとしたらね、そういう方もいらっしゃるじゃないですか。会社とかでね、私見てごらんなさいっていうとこですよ。そうだね。逆でもいいのかなと思ってたんですよね。ただだから要は僕よりまあ実年齢若かったとしてもちょっと落ち着いててだし、やっぱ占い師をやってるっていうだけにこうやっぱ先を読むような性格もしてるんだろうけど、やっぱりでも
硬さがあってっていう、だからまあもう年齢とかっていうよりはアバドゥル自体のその人物像でって考えてましたね。なるほど、でもそれがむしろでも本当正しいというか、それがいい、それがベストなんそうな気がして、そうだね。で結構短期で起こりやすいっていう部分があるから、実はまあ年ってほどでもないんじゃないかなとはうっすらとは思ってたけど、ほとんど考えてなかった。でも俺もなんとなくこのメールにお答えするとすれば、なんとなく僕もこれぐらいだと思ってて、なんでかっていうとやっぱダービー戦がやっぱすごく、そうね、印象的だったんだよね。一番動揺してて、で私はカッとなりやすい性格なんだなって言ってたのが、この人もやっぱちょっと若いんだろうなって思った。意外と浮き足立っちゃうんだろうなって、なんかこう顔に出ちゃったりとかっていう、これでもこれ不思議だよね。なんか占い師だってさ、普通こうちょっとこうあまり表情を見せない感じでさ、謎めいた感じかなと思いきやさ、実は真逆の性質を持っていたみたいな。そうなんですよ。そこが素晴らしいなと思う。アブドゥルのいいところだよね。そうですね。要はもう僕が思うがままにやらせていただいたっていうことですね。三宅健太の熱量がそのまんまありのままに込められた役がアブドゥルだったということですね。ありがたいです本当に。いやというわけでですね、まだまだたくさんメールいただいておりますけれども、だいぶ時間来てるね。これすごいね。あとはもう酒飲まずにはいられないという状態でございます。というわけで以上、三宅健太、射程距離 E、 持続力 S、 精密動作性無、成長性 A。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースオラオラジオエンディングです。さあそんなわけですね、コーナーをすべてすっ飛ばしてエンディングになってしまいました。三宅健太の基本能力4回目でございます。打ち上げを終えた三宅健太バージョンということでですね、破壊力 S。まあそれはもうね、あの会場に打ち上げで見た僕を見ていただければ納得していただけるかと思いますね。もう確かにそうだった。度肝を抜かれた。あんなファンみたいな人いるんだというね。あと声がでかいっていう本当にただのファン声でかい出しすぎだよっていう。そして逆にスピードが F になってる。あんな状態で俊敏には動けないですね。確かにゆっくり揺れていた。ゆっくり揺れていましたね。まあ無理ですよね。射程距離が激下がってますけど。もうね何ですかこれ。あんな状態でそんな長距離を歩けるわけがないって。なるほど。がっくり落ちましたね。そしてでも持続力は S。S のままもうそりゃ飲みましたけどね。お酒もそうですけど、もう以上にテンションだけはずっと高かったっていう。テンションもジョジョが好きっていう気持ちだけはずっと保ってましたからね。持続力は S。そして来ました精密動作性なし。あるわけないじゃないですか、もうあんなので。もう動作すらしていないじゃないですか。もはや止まってるっていう。そして成長性は A ときましたね。ついに EDC ときてこれまでで、これ突然ちょっといい話になるんですけど、この間ですね、ホルゴス役のちょっと木内さんお会いしましてね、まあそんな打ち上げの話なんかもしたりしたんですかね、ちょろっとだけ。その時に「いやもう僕人生絶頂の時でしたよ」みたいな話した時に、まあ木内さんちょっとフランクなテイストの方ですからこう言ったんですね。ちゃうよ、もっと上行けよ。そうだねって思って上へ行こう
と思って、だからそれこそこれよりもさらにいい打ち上げに巡り合えるくらい現場を頑張ろうというか、ちょっと今そう思って唯一ここだけ真面目にそうなりたいなという思いを込めてね。うわ素敵や、はい、それでもそっくりそのままかですよ。三宅健太氏はですよ、僕全部終わった後に、その丈太郎として、本当終わったような状態で、アブドゥルに LINE を送ったいただきましたね。はい、そしたらでも本当、全部が終わった気がするって、だからもう役者人生ここで終わってもいいって思ったら、燃え尽きるのはまだ早いんじゃないかなっていうのが来たんですよ。スタンプ付きでね、本当ちょっと泣いちゃって、それ見て本当に燃え尽きるのは早いんじゃないかなって言いそうって。いや最高だったあれ。いやなんかね、青臭いこと言うと、もうやっぱ旅を終えてね、確かに僕アブドゥルは行っちゃったけど、でもそれもこう背負って、この先丈太郎はきっと歩んでってくれてるはずだからさ、D にもね、ティンにもねできればそうあってほしいなというちょっと思いを込めつつ、まだ早いよっていう思いをちょっと、お互い旅はまだこれからよっていういや恥ずかしい、すげえ今のが一番恥ずかしい。まあでもね、三宅健太氏はね、もうね、ここに来てね4回目でついにね、三宅健太レクイエムになりましたから。レクイエム終わりのないのが終わりであるという、それこそがまさに三宅健太レクイエムでございます。そうだ、いかん俺の恥ずかしい話はともかくだ。そうだよ、これ聞いてないもん。僕もさ、その打ち上げパーティーでいらっしゃった方もさ、ご挨拶したんだけどさ、肝心の小野大輔は何を言ったのか、これさ、ファンの皆様つかリスナーの皆さんも分かんないじゃん。これ教えてくれよ。言いますか。僕が、好きなセリフを言うっていう流れがあったんで、僕が好きだ、始まったアニメが、時に一番好きだったセリフは、俺が砂漠でしたと。で、今こうして終えて、ここに集まってるスタッフさんたちを見て思うことは、一番僕が今言いたいセリフは無理だとか無駄だとか、そんな言葉は聞き飽きたし、俺たちには関係ねえ、俺たちには関係ねえって、俺たちで旅をしてきましたって、ありがとうございましたって話をしました。これは丈太郎の成長でもあるんです。そうだね、俺じゃない、俺たちってですよ。いやもうね、そうだね、そうでもうラジオ聞いてるね、ジョジョこじらせてる君もみんな含めて俺たちで、俺たちだ、そうだ、本当にありがとう。まあそんなわけで、恥ずかしいだろ、やるだぜ。まあそんなわけで、実はね10月にイベントもありますし、そしてこれもね忘れずに言っておかなきゃいけない。アブドゥルどうやら舞台に出るそうですね。いいんですか。全くジョジョと関係ないんですが、しときましょうよ。ですね、私ですね、今年の9月10日から13日までシアターサンモールでですね、お芝居をちょっと出演させていただきます。タイトルがですね、おかしな二人っていうニール・サイモンのとても有名な作品なんですけど、名作ですよこれ。ちなみにですね、これが東京じゃんけんといううちの豊口めぐみさんと演出の野坂実さん主催の劇団というかユニットなんですけどね、そこのお芝居です。このユニットの名前はあれですか、4部の小僧からつけたんですか。そうですねって違うと思う。多分違うと思うんだよな。違うと思うんだよな。違うね、ごめん。いいんですけど、無理やり徐々に関係付けちゃってごめん。でも大丈夫な、無関係ではない。無関係ないの？今回ですね、私とですね、出演がですね、私と長澤美樹さん、そして豊口めぐみさん、雑賀美月さん、佐藤里奈ちゃん、名塚かおりちゃん、も出てんだ。そしてスタジオライフの岩崎大さんですね。そして常松あゆみちゃん。そう先生、それ万年筆です。あなたたちこれが万年筆に見えるっての。
かの女医をあの女医でおなじみのつねまっちゃんが、つねまっちゃんが、いや他にもいろいろやってると思うけど女医でおなじみの、今ガボガボって言ってた。ガボガボって言ってますね。本当だ、関係あった。関係ありました。ちゃんとよかった絡みのある人がいらっしゃる。そうだよ、丈太郎はいが劇中初めてキスをした相手とそうですね言っても過言ではないでしょうね。はい、まさにもうプレミアムなプレミアムな、はいところにいらっしゃった。すごい。彼女も出演しております。ぜひこれ必見でございます。はい。でチケット PIE プラスローソンチケット、カンフェティなどなどね、まだチケットありますんでね、詳しくはググれ。はい、ググってください。よろしくお願いいたします。いやでも面白いよね、はいこうやっていやいやなんかいろんなことが徐々につながっている気がして、まあとにかくね、私も A と書いた以上はこういろんなことやって成長していかないといけないんでね。はいそうだよ。そうなんです。はなので、なんかすいませんね。とんでもないよ。いや本当それこそ本当はい終わりがないのが終わりな終わり気がしてきがた。ない。でもこのラジオは終わらなきゃいけないから。もう今日は終わらないといけないね。そうだよ。はい、じゃあまた来てね。だんだんみんな目が笑わなくなってきたからね。本当だ。スタッフの皆さんがでねイベントでもいっぱい喋れるからほら。そうですね。長田さんがほら作ってくれて。今回はね、巨匠長田さんがね、はい、ただのジョジョタですけどもねつって。はいというわけで次はですね、一緒にイベントでお会いしましょう。お会いしましょお相手は空城ジョ太郎役の小野大輔とモハメド・アブドゥル役の三宅健太でした。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りしました。